皆さんこんにちは。青空ガレージチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回は素人板金塗装オールペンの道第3回プラサフカラー塗装編。前回プラサフを塗るため移動しようとしたところエンジン始動せず、でもなんとか燃料ポンプを交換して復活することができました。というわけで季節も変わりだいぶ暑くなりましたが、やっと青空塗装の続きができそうです。梅雨時や真夏の時期は作業負荷になるので急ぎます。最後までゆっくりしていってね。というわけでプラサフロを塗るため勤務先の車庫に移動しました。スプレー塗装なので場所を選びます。隣は竹やぶで民家も離れています。プラサフに入る前に気になる箇所をやり直します。研磨しすぎて純正クリアが出てしまった場所があります。そのまま塗ると新しい溶剤によって古い塗装が溶解してしまう縮みが発生してしまいます。ティッシュ塗料や乾燥時間差により溶剤の強さに差があるためです。そこで新しい溶剤が旧ウレタン塗装を犯さないようにブロック塗装します。本来旧塗装全剥離してから塗ればこんなことにはならないのですが、マジックで描いた丸が怪しい部分です。別に錆が出ている場所ではありませんが、水性の錆キラーを使い、旧ウレタン塗装と上塗り塗装の間に水性塗料を挟んでブロックします。普通は上塗り塗装を1往復半くらいの捨て拭きで薄く塗り、乾燥を待って何回か繰り返し縮みの発生を抑えますが、万が一発生してしまってからでは遅いので先手を打ちました。乾いたら軽く削っておきます。まずは重症のトランクフードからいきましょう。マスキングしていきます。ホームセンなんかで売っている布テープ付きマスキングシートです。布テープがついているのでバンバン貼っていきます。養生テープでビニールの裾を車体に留めていきます。布テープ付きマスキングシートと幅2センチのこの養生テープは黄金のコンビです。少し濡れている人工セーヌ川で静電気を抑えながらホコリを除去。ここで秘密兵器の登場です。青空塗装ブース。すいません、トラベに4枚つなげただけです。傷つかないように縁には滑り止めシートが貼ってあります。缶スプレーは下向きの水平面塗装が苦手です。さらに屋外は常に大気が動いています。缶スプレーで縦に落ちているため塗装面との距離が遠く、かすかな横風でスプレー噴射が流されて塗装圧が一定に安定しません。また横風に乗ってホコリや花粉が飛んでくるのでそれらをブロックします。シリコンオフで脱脂していきます。ソフト99さんのプライマーサーフェイサー、よく振ってからプラサフスタート。一定のスピードと距離で左右に動かし、とにかく均一に塗ることが目標です。
でボディが熱い状態だと乾燥が早すぎてスプレーミストがザラザラのいわゆる梨地になってしまいます。必ず日陰でボディが少し冷たく感じるぐらいの状態で塗ります。乾燥後耐水600番で水研ぎです。水をかけて表面を優しく撫でるように慣らします。縦埋め箇所のかすかな凸凹やスプレー跡を消します。仕上がりを左右する重要な作業です。洗い流します。続いてボンネットを塗るためフロント周りをマスキング。青空塗装ブースをかぶせて動かないように養生テープで固定。シリコンオフで脱脂。少し濡れた人工セーム側で静電気とホコリを除去。中央部分が重なるように右側3分の2と左側3分の2で分けて塗りました。圧力が弱くなったらスプレー缶をチェンジ。続いてトップルーフに行きます。マスキングします。状態が良いのでサンルーフにプラスアフは塗りません。青空塗装ブースをかぶせてシリコンオフで脱脂。少し濡れた人工セーム側で静電気とホコリを除去。中央部分が重なるように右側3分の2と左側3分の2で分けて塗りました。青空塗装ブースの向きを変えて縦跡の模様が見えなくなるように少しずつ塗り重ねます。カラー塗装だけで縦跡を消すには相当の厚塗りが必要です。マスキング剥がして仕上がりチェック。夕日越しにデコボコチェック。さらに水研ぎをしてキメと平らを整えます。残念ながら今日は時間切れです。明日も晴れるかな。思いっきり晴れました。ツートンでちょっとかわいい。わー
それではいよいよカラー塗装に移ります。気温26度、湿度 49%。 必ず日陰でボディがちょっと冷たいと感じるくらいの20度から25度、湿度は 60% 以下がベストです。マスキング完了。ソフト993の三菱用 X39 カイザーシルバーメタリック。少し濡れた人工製ムダで静電気とホコリを除去。メタリックだからよく振って、20から30センチの一定距離で缶を横移動。塗りにくい場所やエッジの部分から始めると良いでしょう。みるみる色が変わって綺麗になっていく塗装の一番楽しい瞬間です。ちょっとなんだか乗ってきたぞ。とりあえず1回目は終了。2分以内にぼかし材も吹いておきます。本来は補修した場所とオリジナルの境界線をぼかすためですが、表面のスプレーミストのざらつきを消してくれます。絶対必要というわけではありません。続いてボンネットいきます。連続噴射して残りが少なくなるとガスの圧力が下がり、缶がだんだん冷たくなってミストをきれいに吹くことができず、水滴状になって出てくるのでバタバタ垂れてしまいます。塗装面に垂らすと塗り直しになってしまいます。なので圧力が弱くなったと感じたら最後まで使わず、残り 10% ぐらいで思い切ってスプレー缶をチェンジします。しばらく置くか加熱してガスの圧力を上げてから使います。1パネル2から3本と見積もってあらかじめ用意しておきます。夕方になって風が強くなってきました。こんな時に青空塗装ブースが威力を発揮します。そしてトップルーフ右側、色合いを合わせるためここでサンルーフも連続で塗ります。缶の底が塗装面に近いので気をつけて、一定の距離を確実に保ちつつ往復。必要によっては脚立や踏み台も用意して、少し距離を離して30から40センチにすると無駄なく綺麗に仕上がります。おっと突然マジか。なんとか無傷で済みました。青空塗装ブース、実は恐怖に弱かった。気を取り直して左側行きます。ここで艶を出す必要は全くありません。近づけると艶が出ますが無駄になります。艶は後のウレタンクリアで出します。焦らず適切な距離をキープします。大体完了です。2
間にわたり昼から6時間の作業でここまで来ました。しかし残念ながら時間切れです。冬と夏が来てしまいました。最も気温と湿度にシビアなウレタンクリア塗装ができません。というわけでしばらく時間が空きそう。旧型のフロントグリルを手に入れて補修。3ダイヤグリルへ。また見てね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。